今までの常識っていうのは話半分くらいに持っといた方がいいと思いますよ。これから数年で変わっちゃうから、マイルドにするんだったら、今変わってく時代なんだなって思っといた方がいいですよ。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、10月最後の時事会ということで、占いと時事、プラス11月の予言やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あっという間に残すところあと2ヶ月というところまで来ましたけれども。はい。はい、この4月ぐらいからね、3月、4月ぐらいから始めましたこの予言も、予言ですとか、時事もですね、ありがたいことに好評で。ね、なんとか続けられたね。ね、本当に。よかった。今更新規立ち上げ企画ってさ、ね、続けられるか自信なかったじゃん。ちょっとドキドキしましたよ。だからね、広告収益も落ちてきているし、みたいなあって、今一番伸びてるの時事とかでみんなやっぱ不安なんだなと思ったから、まあやっとっか、みたいな感じでやってて、なんとか半年以上持ちました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげです。はい。今後も引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、今週は10月最後の週でございます。はい。いつも通りですね、時事に関するお話、それから10月の予言の振り返り、はい。そして、11月の予言ということで、お話の方を3本立てお送りしたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、時事でございます。本日収録日は2025年10月の28日火曜日でございます。はい。問題なければ10月30日にアップされると思います。では参りましょう。一つ目、チョコプラ長田さん。またまた大変なことになっております。サスケ収録中に左足を剥離骨折。いや、痛い。痛そう。TBS テレビによりますと、26日のですね、午前9時頃、恒例でございますね。緑山スタジオでの、サスケの収録が行われておりました。ここでチョコレートプラネットの長田翔平さんが、ファーストステージのローリングヒルに飛び移る際に怪我をして、足の痛みを強く訴えたと。病院で精密検査を行ったところ、左足の甲が剥離骨折していて全治3ヶ月の重傷。長田さんはギプスで固定し、一定期間松葉杖を使用するものの、今後の仕事は継続して行うということだそうでございます。ね。局の方からは謝罪文もあったそうではございますけども、なんかね、チョコプラ、踏んだり蹴ってるよね。大変ですよ。長田さん、どうなんですか？ 10 月から良くなると思ったけどな、9月は悪いんですよ。どうでしたよね。多分、今日だと思うんだよね。2強。だから、犬好きだからかな、くらいの、タツとかと一緒になってんのかな、とか、なんかいろいろ思いましたけど、難しいんですよ。四柱推命だけだとちょっと難しくて、天星術で見ると、生まれた時の土星と、今回の土星がオポジションだったりとか、ガチャッと重なって。そう。生まれた時の天王星の上に火星とかあるからタイミングなんだけど、事後なら何とでも言えるっていうか、実際に予測はちょっと難しいんだよね。生まれた時間ないと、そう。だから僕よく生まれた時間大事ですよって鑑定とかで言ったりするんですけど、読めるかもしれない。だけど、生年月日だけじゃ僕の腕では読めないかな。大きな流れで言ったら多分良くなってくんだよ、これから彼は。なるほどね。もっと広い流れで見れば、小沢さんちょっとご活躍されるけど、ピンポイントで言うと、悪く読めなくはないかな、くらいの感じ。ね、土星が真向かいでガチャンってなってたら、そうかなとは確かに。だけど、毎回怪我とは限らない、そういう。だから、何かはあるだろうけど、くらいの感じに見えるけどね。なるほどね。チョコプラ大変だね、二人で。お二人もないですね。普通にね、お仕事はね、ほんと今後もね、活躍していってほしいなと思いますけど。僕好きなんでね、応援はしてるんですけど、ね、勝手に。私も応援しておりますので、はい。お体お大事になさい。お大事に。さあ、続いてのニュースでございます。こちらは燃え上がっております。田原総一郎さんでございます。不適切発言で出演番組が終了でございます。BS 朝日で、ですね、放送されておりました討論番組、激論クロスファイヤー。この番組が24日に終了するという発表が行われました。司会の田原総一郎さん、91歳。わあ、随分と、ね、お元気でいらっしゃいますけれども、19日放送の番組内で、高市早苗首相を念頭に、あんな奴は、はいいと。ね、そう言えばいいんだというふうな発言をしていらっしゃったと。だから嫌いなんでしょっていうような文脈だよね。そうですね。お前ら嫌いなんだろうと。だから野党に檄を飛ばすつもりでそれを言ったと。その発言がこれは良くないでしょうと。臨時取締役会でもモラルを逸脱していると判断されて、打ち切りが決まったということでございます。そう事務所はそこ切ってくれって言ってたんだけど、止めてたのは番組でしょ？そうなんですよね。だから番組の責任者と編成制作局長も懲戒処分ということにはなってはいるんですけれども、ね、ちょっとな
かなかっていうところではございます。そう、なんだかなとは思ったけど、この人自体が、燃えやすいっていうかさ、もともと炎上するために生まれてきてるような星は持ってるんですよ。いや、でも、田原さんの生き様ってそんな感じしますね。そう。で、むしろね、悪くなくて、ネット番組とか逆にこれきっかけで結構出るんじゃないの？ 91歳にして。そう。だから別に目立つような年だなとか、仕事は今までの仕事の業態とかちょっと変わるようなタイミングだし、この10月とかね、そういうこと起きてもおかしくないなと思うけど、本人にそんなにダメージあんのかなとは思ったけどね。ご本人の発言としては、これは反省してるけど、ここから新しいことを始めていかなきゃね、みたいなこともおっしゃってるみたいなので、本当に何かね、ネット番組とかやるかもしれないですね。かなーくらいに思いましたからね。そんなにきっかけにはなるんじゃないのと思うけど、これで悪くなるっていう感じはしないですよ。なるほどね。そうだね。ちょっとずつ落ち着いていくのかなとは思いますけどね。今後の動向、ちょっと注目ではございます。あと2年くらいはなんか頑張るんじゃないでしょうか。で、長生きもするんじゃないかな。できそうな感じには見える。そうね。はい。長生きだけどね。もう現時点ですでに長生きですよ。朝生の司会もまだやってますし。ね、すごいよね。ということで、どうなっていくのかというところでございます。3つ目でございますけれども、いやー、ついにという感じでございますね。日経平均株価5万円突破。いやー、とんでもないことになっております。週明けの東京株式市場でですね、日経平均株価が史上初めて、5万円を超えました。その終値は5万512円32銭。すごいね。ということでございまして、もう史上初めて5万円を超えたということではあるんですけれども、この話に関してはね、先週もね、しておりますけれども。通貨安の国は株高になるんですよ。そうなんですよね。だから、株が行ったぞと言ったところで、そこだけで、株に逃げてるっていうところはあると思うよ。で、ギャンブラーには面白い年ってちゃんと言っといたから、良かったよね。ね、すごい爆下がりしたし、暴落もしたし、爆上がりもしたから、今年ちゃんと当ててよかったなくらいには思ってるけどね。確かに、そうですね。そうだね。今の時期の解説は自身のところでちょっとやろうかな。じゃあこの後予言、そのあたりじゃあちょっとお話しいただきましょうかね。そうだね。予言か。そうですね。はい。予言の方でちょっとお話しいただきましょう。そのあたりも踏まえつつではございますが、本日のニュース、時事ネタは最後でございます。4つ目、日米首脳会談がスタートしております。はい。高市早苗首相が28日午前、トランプ大統領と東京元赤坂の迎賓館で会談を行いました。首相は会談の冒頭で、日本とアメリカをより強く豊かにするために、日米同盟の新たな黄金時代を共に作り上げていきたいというふうに呼びかけました。トランプ大統領は日本の防衛装備品の購入拡大を歓迎。我々は最高レベルの同盟国だ。この関係はこれまでにないほど強固なものになるだろうと強調し、日本の助けになることがあれば我々はそこにいると話したところそうでございます。なんともトランプさんらしいなというような感じでございました。天皇陛下ともね、お会いになられたりですとかということで、まだ今日ぐらいまで確かいらっしゃる形になるなんかね、そんなに反対デモみたいなの起こんないからちょっと長いしようかなくらいのニュース見ましたよ。ね、ということでございますね。僕なんかツイッターで見かけたら、なんかトランプさんの後ろにいる黒い車が通ったら、Bluetooth とかが全部切れたっていう。だからそういう車が後ろについてるからっていう。テンション上がるね。テンション上がりますね。ハイテク。ハイテクですね。いや。ということでございまして、ね、高市首相になって初めての会談ということでございますけれどもね。いや、本当にこういった変化が起きるような流れというのがね、続いているわけでございますね。これも予言のところで話したらいいのか。だから、小泉さんが防衛大臣になっていっぱい買うんじゃないかみたいな話したよね。してましたね。そう。で、早速トランプさんこの話してますもんね。よかった。そうですよ。僕はあんまりなんか微妙だなって思ってるけど、最強の夫人だなと思ってますよ。今の高市内閣っていうのは。それが庶民にとっていいことかって言ったら、そんなことないんじゃないかなとは思うんだけど、最強の夫人だなとは思いますね。なるほどね。ちょっとこのあたりもちょっとじゃあこの後の振り返りと、そうだね。予言のところでちょっと、触れていきましょうかね。ということで、今回は、占いと時事のパートはこんなもんでございます。はい。さあ、続きまして、まずは10月の予言の振り返りでございます。はい。予言の PDCA サイクル、回していきたいと思いますけれども、今回ね、お話しいただいた内容は、9月の21日から10月の14日にかけて、ここでは、痛みを伴う正常化の始まりということを、おっしゃっておりました。社会や個人が何を失うかが明確になる時期になるでしょうということだったんですけれども、9月の総裁選の結果がそのまま10月の政治情勢に繋がってくるんじゃないかなっていうようなところではございます。
いましたが、まあ実際ね、結果としましては高市さんが首相になって、ということは、来年以降はこうなるんじゃないかみたいなお話をね。そうだね。してて、けど、いろいろあったよね。公明党がまず離脱したよね。まあこれがね、だから、連立ね。だから離脱っていうところもなんかちょっと失うのところになんか繋がるのかななんてね、思っちゃったりしますけどね。あとは、維新がインしたよね。入りましたね。いやー、入りました。これもびっくりしましたね。なかなかね、だから10月のね、14日から15日頃に形成されるカイト。金星のカイトのがあって、これがだから重要な転換点とか。そうだね。日本にとってのっていう感じでね。そう。言ったよね。言ってました。そういうことなのかな。とりあえず、維新と自民の覚書みたいなのがあって、そこに憲法9条の改正と緊急事態条項の盛り込みみたいなちゃんと議論を進めるみたいなのが書いてあるんだよね。なんかそういったことがあるらしいですね。なんかそのお話聞くとね、なんかほら、前回のね、予言の会の時にも、カイトがね、その太平洋戦争のタイミングと何か近いんじゃないか。パールハーバーの時も近いんですよ。だから、ちょっとなーって思いながら見てますけど、はあはあはあっていう感じですね。そういった流れの中でね、小泉進次郎さんが、まあ、総裁選敗れましたけども、防衛大臣ということでございまして、ね、先ほどのトランプさんのね、お話もありましたけども、なかなかそういった流れも何か組んでるのかな、なんていうふうには思っちゃいますけどね。まあ、27年くらいにお役目ありそうだけどね、彼はね。そういえば小泉さんといえばね、今ほら、防衛大臣になって、早速、まあ、お仕事といいますか、目立ってるのが、熊自衛隊出せばいいってなってるよね。だから、そうだな。陰謀論を僕もかましますか、ちょっとね。何を言い出すんですか、ちょっと。来年になったら言えないでしょ。だってさ、なんか、緊急事態条項っていうのが、進めなきゃ、みたいな。空気がなかったらさ、国民投票とかあるから無理なわけじゃん。まあ、確かにそう。法律で無理やりやっていくっていうことはできるかなとは思うんだけど、なんか、国民的な議論を巻き起こすみたいな感じの、何かイベントがないといけないよね。まあ、そうか。っていうだからところで。極東のどっかで有事があるか、何かコロナ禍みたいな感染症なのか、みたいなことがよく言われてるよね。陰謀論界隈で。で、これからスターになってきそうだよね。まあ、実際今回のね、この熊の被害で、まあ、秋田県知事の方から、自衛隊の派遣を要請して、小泉大臣の方でも、これは危機的な事態なのでっていうことで、どんどん派遣も行ってって、このツイッターとか、まあ、X か、の更新の方もね、すごく文章がすごいしっかりしてて、今までのは何だったんだみたいな感じのね、反響も。けどね、頭がいい意識はしてんだよ。アホっぽい印象は持ってるよ。だけど、そうなんだよね。なんとも言えないんだよね、彼ね。確かにまあね、でもバカではね、もちろん政治家なんかできないでしょうから、まあそりゃそうだろうなとは思いますけども、まあそれにしてもやっぱりちょっと世間のイメージがどんどん変わってきてるっていうのは確かにあるかもしれないですね。だから、もうさ、世間がね、踊り出してからじゃ言えないからさ。これ、なんかね、世間が熱狂するみたいな話っていうのは、ね、そう、日の馬と日のと羊でしょ。ボーボーにこれからなってくるんですよ。だから、そういう時って、正義とかってドーパミンめっちゃ出るから、ギャンブルやってる時と一緒なんだよね。めっちゃ気持ちいいのよ。なるほどね。だから、コロナ禍の時に正義で熱くなってた人たちも、まあ、どっちの立場でも、別にどっちの立場でも、すごく熱狂してたと思うし、小泉の郵政選挙の時とか国民熱狂してたよね。だからお父さんの。お父さんですよ。だから、まあ、なんか熱狂みんなしてくんだろう、これからとは思うよ。で、別に、僕は熱狂したい人はすればいいけど、日本って空気にこう飲まれてくでしょ？空気に弱いみたいなのはよく言われてますよね。戦前もそうだったし、ただ、コロナ対策はちゃんと反省した方がいいと思うし、太平洋戦争とかはちゃんと反省した方がいいっていう立場です、僕は。なるほどね。まあいろんな熱狂したからだぞとは思ってます。だから今みんなが物価高とかで苦しんでるのとか不景気で苦しんでるとかも、コロナ対策のやり方、それからウクライナとかね、いろいろあったじゃないですか。で、そういうので、どんな正義に熱狂して何を失ったかっていうことをちゃんと分析しないとそうなるよねとは思う。なるほどね。別に、そう、このくらいはいいよね、言ってもね。だけど、いいんじゃないですか。ただ、巻き込まれそうだから、ちゃんと逃げとかないとなとか、ちゃんと対策取っとかないとなとは僕は思ってますよ。なるほどね。どうぞどうぞっていう感じで。どうぞどうぞが国民の8割とかかもしれないけど、どうぞどうぞっていう感じで。なるほどね。はい。今だったらまだ言えるよね、ギリね。大丈夫だよね、多分ね。去年とか一昨年の段階でもほら熱狂とかあるかもしれないから気をつけてねっていうのは、だって言ってますから。もういいんですよ。来年になっちゃうから。あっという間に。そう、あっという間になっちゃうから。もう僕は話聞きながらドキドキしてます。そう、普通の話じゃないですかね。普通って何ですか？普通ってなんだろうね。だけど、いいんじゃないかな。大変だよね。なんか、俺、そういうハックのされ方ってあんまりしないから、脳みそを。だから、なんかみんな大変だなっ
って思うんだよ。どうなんでしょうかね。まあ歴史は繰り返すなんて言葉もありますから、歴史を振り返ってね、我々が反省すべきこととかもあるんじゃないかなっていうところ。けど歴史の授業とか退屈だってみんな言ってたじゃん。意味ないとか言ってたよ。数学とか歴史意味ないって言ってる人多かったよ。あなたは偏差値高かったかもしれないけど、基本的に偏差値55以下の方が人口は多いんですよ。まあ確かにね。人口が多くて、歴史とか数学意味ないって思ってる人多いよ。そうなんだ。どうなんですかね。だから反省なんかできないでしょ。でもできるんだったらした方がいいですよね。反省とかはね。何言ってるか分かんないっていう人の方が多いと思うよ。なるほどね。だからまあ、なるようになるなと思って、粛々とっていう感じかな。対策できる人はしていった方がいいですよね。いい方向になるんじゃないですかね。なっていくといいですけどね。いろいろする後だよ、多分ね。一応振り返りの方に戻りますと、その後ですね、10月の14日から11月の4日、それまで今真っ最中なんですけども、ここはインド先生術でいうとこの土星、木星、土星、水星。10月14日から11月4日が、まあ流れといたしましては、お金の流れに関するまあ問題とか、ゴシップとか、まあそういった話、スキャンダルとかもあるんじゃないのみたいな話とか、まあ王朝転覆じゃないんだけども、まあ SNS とかでそういう何か大きく流れが変わるみたいな、そういったものがなんか流行ったりするとかもあるかもね、みたいなお話をしておりました。だから10月後半からちょっといろんな情報がどんどん出てくるんじゃないのみたいな。まあ、ね、確かに体制は変わってきてるよね。なっていうふうには思います。あとゴシップで言ったらあれがあったのか。柴田は弱い。米倉さんとかね。まあ米倉さんのね、ニュースはなかなか大きかったですよね、あれは。なんかいろいろあったなとは思いますよ。王朝転覆、まあ体制が変わるって感じだよな。それで言ったらね、さっきも話ありましたけど、維新連立とかも。ね、そうなんですよ。だからまあなるようになるでしょう。なるほどね。で、その後はまあ10月後半から11月、12月にかけては、まあちょっと言論弾圧のような流れとか来るんじゃないのみたいな。11月の後半がまあピークなんですよ。あ、なるほどね。だから11月の予言をしていきましょうか。さあ、というわけでございまして、ここからはいよいよ11月の予言でございます。先ほどね、ちょっとその言論弾圧の話とかもしましたけれども、改めてちょっと11月どんな流れになりそうかちょっとお伺いできますでしょうか。インド先生術で大きい流れで言って何か悟っていくみたいなのが11月の3日4日あたりから13日、12日あたりまでかなっていうのがあるんですよ。悟っていく。我が国ってこういう国だよねとか、トランプさんと高市さんの交渉の結果とかなのかなとか、何かそんなに明るい感じの時期ではないんだよな。星もね、ちょっと天体的にも微妙なんですよ。天体的にも微妙。そう。先生術もまあ見ていて、まあトランジットとかまあ見てて、天王星と火星の位置が、オポジションになるんだよね。オポジションっていうのは180度反対側、まあ反対の星座にあるっていう感じで、どっちもさ攻撃星とかの星で、で、これがきつめになるのが、だから11月の頭あたりから中旬まで結構そういう感じなんですよ。角度結構取るし、火星と水星も合わさったり13日前後するから、この4日から11、12、13あたりの流れっていうのが、いろいろあるだろうなと思うと。あんまり、僕ね、ここちょっと見落としてたんですよ。今年の運勢とか、下半期の運勢のところで見落としていて、あんまり良くないんだよね。良くないって言ってもね、いろいろありますけど。11日前後かなわかんないけど、なんかまあ、ちょっと傷つくようなこととか、争いみたいなこととか、戦争の匂いとか、そんな感じがすると。今、熊とかすごいでしょ？熊ほんとすごい。だから、進次郎がスターになるとかだったら、一時的にはいいかもねとは思うけどね。じゃあ、そういうだから自衛隊出動とか言って慣れさせていくというか。そういう緊急的なことで出していくみたいなことが。そうじゃなかったら隣国とかでなんかあるかもしれないから、それは嫌だなとは思ってますよ。そうです。それはますます本当に何かって感じですよね。で、だからそういうネガティブな発言とかがピークになってるのが13日前後だと思うんだよね。もう中頃差し掛かるぐらいの間がそうなるんじゃないか。そう。だから、11月の前半っていうのは微妙だなって思ってます。なるほどね。災害なのかな？まあ、11日前後はちょっとあるかもしれないね。何があるんだろうね。で、それの報道とかで、わーってこうなってるのが13日くらいというか、数日になるじゃん。まあそうですね。10日、11あたりからその中旬なのかなとは思いますね。地震とかじゃないといいけどね。なるほどね。まあいずれにしましてもその11からまあ13にかけてのちょっとまあ報道であったり実際起きる事象
象とかがちょっと、うんなかなかネガティブなのかなというところですか。とは思いますね。なるほどね。その後はどういう風になりそうでしょうか。だからここがね、俺難しくて、13日から12月6日っていうのがね、インドなんですけど、例外則みたいなところなんですよね。例外則。別なルールが働く場合があると。だから、すごくいい時になりそうなタイミングではあるんですよ。で、メディアとかでも、目線そらされたりとか明るい感じになるかもしれない。で、景気がものすごくいいのかもしれない。だけど、逆に行く可能性もあるんですよ。すごく暗い感じとか、土星に引っ張られるような感じになるかもしれないから、ここね、僕ね、今回起きてみたこととかで、やっぱこう出るんだ、みたいな検証していかないと読みづらいと。で、じゃあ、他の占いで見てったらどうかなとは思うんだ。だから、すごく景気が良くなるか、さっきの株の話に戻ると、6万、7万目指していくのか、すごく暴落するのかっていう感じの転機になりそうなポイントではあるんですよ。13からの後というか、中旬だからポイントなんですよ。ものすごくね。だから、何かお金儲けとかしたい人は、俊敏に動けた方がいいです、中旬ね。これだけはいい。俊敏に動いた方がいいです。どっちに転がるか分かんないけど、ね。そう。俊敏に動けた方がいいだろうなとは思う。で、あとは、熱狂の波にはもうみんな入ってると思うんだよね。もう、この、わーってなっちゃってる感じ。そう。だから太陽フレアとかの時とかそういうの起きやすいと思うし、戦争とか、なんかその飢饉とか起きやすいじゃないですか。そういう時ってね。よく言われるじゃないですか。あと、バッタがほら大量にね、発生する時ってあるでしょ？公害ってやつですかね。あれってさ、砂漠飛びバッタとかさ、足がさ、擦れてさ、セロトニンとか出て、もう桃源郷の中とかにいるらしいんですよ。だから僕は、戦争とかがある時とか、国民とかが何かに熱狂してる時とか、混乱してる時とかってそういう状態だと思ってるんですよ。なるほどね。もう燃え上がっちゃって、わーってなっちゃってるわけですよね。だから祭りの時とかさ、勢いでさ、理性が少し吹っ飛ぶ人が増える時期っていうのがあって、そういう空気になり始めてんじゃないかなとは思ってるんですよ、今ね。来年に向けて、もうその。来年、再来年が一番かなとは思うけど。そこに向けての、ちょっと何かが見えてくるような。そう。だって、なんかね、AI とかも来てるし、人類の転換期みたいな感じなんですよ。なるほどね。だから、これはすごいだろうなとは思います。で、日の問いの月でしょ？で、だから庶民とかの意見も強くなるしっていう感じかな。だし、やっぱ妄想みたいなのが広がるような気がするんだよね。だからもう熱狂っていう感じには見える。やるっきゃないみたいな感じとか、もうこうやっていくしかねえじゃねえかみたいな感じとか。で、11月28日前後っていうのが物言えぬ空気なんですよ。やだなんかその流れで物言えぬ空気はちょっとなかなか。だから、なんて言ったらいいのかな。右向け右で右に行っちゃう人とか、左向け左で左に行っちゃう人っているじゃない。そうですね。俺苦手なのね。苦手って言ってて天の弱って言われちゃうようなタイプなんですよ。だから、こういう字でちょっと苦手だなとは思っていて、水を差すようなこと言うと怒られるでしょ？どうしてもとか石投げられるでしょ？今いいとこなんだよっていうね。そうですかっていう感じです。そういう時こそね。だから、周りに合わせるは合わせてもいいと思うんだよ。僕割と聖書とか仏教とか好きなんだけど、聖書にさ、断食をするときには顔にオイルを塗りなさいみたいな言葉があるんだよね。だから、要は修行してるわけでしょ？宗教的に、霊的に瞑想とか祈りとかそういう世界に入っちゃってるわけじゃん。そういう時は普通の人っぽく見れるようにしてろと。だから、血色が悪くなるわけじゃん。修行中だから。そう。だけど、血色を良くしとけみたいなことでしょ？だから、普通の振りじゃないけど、そういうのは大事になってくるんじゃないかなと思いますよ。なるほどね。いろんな人たちがわーってなってる中で、自分は違いますからみたいな態度を取るんじゃなくって、そこに対して別に敵対はしないで、紛れ込んでおく。そういうのは大事じゃないかなって言っといたからね。かなとは思います。あとはトランプさんとか、会談の話するっつってたよね。トランプさんとか習近平とかのなんか天気みたいなのあるとして11月の下旬なんですよ。なるほど。だから何かあるんだろうなっていうふうには、本当にいろいろ政治とか見ておいて、感情を揺さぶられないのがコツだよっていう感じかな。どうしても今はね、SNS 全盛ですから、感情揺さぶられるようなニュースが流れてきやすいですからね。正しいとか間違ってるとか、そんなこと考えない方がいいと思うよ。何が起きているかっていうのをただ見ていった方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。SNS でそれこそこの間バズってたのがね、お相手にも何か事情があるんでしょうって思うと落ち着きますよっていうのがね、ちょっとバズってましたけども、それぐらいちょっと自分を冷静に置いておくっていう
いうのは大事かもしれないですね。冷静にいると、だから、お前断食してんじゃねえよってなるわけですよ。でもそれは表に見せないようにしなきゃいけない。そう、難しいよ、多分。冷静でいつつ、競争というか、だから、空気になってた方がいいような気はするけどね。なるほどね。なかなか、大変な時代の、始まりじゃないけども。もう始まってんだよ。もうとっくに始まってますけど。もう始まってるんですよ。それがなんかより、ある意味では色濃くなったりというか。そう。もっとわかりやすくなってくるような11月になるんじゃないか。いやー、すげえな。まあ、このくらいは言ってもいいよね。もっとね、なんかこう、人を選ぶと言いますか、もっと重たい話と言いますか、濃いめの話が聞きたいという方は、メンバーシップなんてやっておりますので。ああ、そうだね。ちょっとメンバーシップはメンバーシップで AI の話とかしたりとかぶっ飛んでんだけど、なんだろうな、別にぶっ飛んだ話してるつもりはないんだよね。まあそうですよね。とりあえず、ちょんまげしてたんだよ。明治維新の前って。そうですよね。お侍さんとか。変わったじゃん。みんながざん切り頭。そう。埋め替えたんですよ。戦前戦後でさ、黒塗りしたわけでしょ、教科書。そうですよ。だから、そういうタイミングに来てるから、とりあえず、今までの常識っていうのは、話半分くらいに持っといた方がいいと思いますよ。これから数年で変わっちゃうから、マイルドにするんだったら、今変わってく時代なんだなって思っといた方がいいですよ。なるほどね。だからよくね、おっしゃってると思いますけど、ポジションを取るんじゃなくって、あくまで世の中の流れをちゃんと見ていった方がいいってことですよね。だと思うけどね。友達もこれが正しいって言うかもしれないし、好きなインフルエンサーも正しいって言うかもしれないし、メディアや政治家も言うかもしれないんだけど、ふーんっていう心は持ってた方がいいかな。ただそのふーんを表に出すわけではなく。そう。コロナ禍と一緒っすよ。なるほどね。ふーんって思ってなかった人もいるのかな。どうでしょうね。なんかどっちかに熱狂しちゃったりね。まあね、別に何とはね、限らないんですけど、ね。標準的なところに熱狂したりとか、アンチ標準みたいなところに熱狂したりとか、ふーんって思っといた方がいいよとは思う。賛成、反対みたいなのってどっちもなんかこう、わーってなりやすいですもんね。どっちもちゃんと見て、冷静な自分を持っておくと。でその方が大切な人は守れるかな。なるほどね。自分だけじゃなくって、大切な人を守るために。そう思います。はい。ということでございまして、今週はですね、時事ネタ、それから10月の振り返り、そして11月の予言ということでお届けしてまいりました。こちらのチャンネルではですね、引き続き、これをやっていく予定でございますので、どこまでできるかちょっとわかんないんですけども。まあ、もっと奥歯に物が挟まってくんじゃないの？どんどん。なんかだんだんなんか言う内容がまろやかになってきたな、と思うかもしれませんが、その変遷を楽しんでいただく意味も込めて、チャンネル登録、高評価、それからコメント。コメントはまろやかな方が僕は好きなんですけどね。正義感ある人多いからね。いろんな方がいらっしゃいますけども、まあよかったらコメントもお寄せいただいて、あとは、スマホから見てらっしゃる方はね、ハイプ機能、スーパーいいねみたいなものでございますので、こちらもぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。拡散してほしいです。はい、ぜひぜひお願いいたします。そして2026年の運勢動画、これがどんどんアップされていく予定でございます。そうですね。はい、そちらの方もぜひチェックよろしく。そろそろ366か。そうでございます。俺作ったよ。知ってるよね。今編集中です。ありがとう。今週の土曜日にアップできると思いますので、やった。ちゃんとチェックも入れてね、やっていきますので、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。またね。